ドイツ・フランクフルト、ヨーロッパ金融の中心地として知られていた街が最近別のことで有名になっているとのお話を聞きました。ズバリ多文化が交差する都市への変貌。現在フランクフルトの人口のおよそ3人に1人が外国人で、ヨーロッパの他主要都市と比べても高い割合で推移しています。お隣フランス・パリでは約5人に1人が外国人と言われている中、それを抜いてロンドンに並ぶ水準までにフランクフルトは国際都市化しています。ただドイツにおける外国人アウスランダーというのは文化的な意味ではなく法的な意味でも使われるため、たとえ何十年国内に住んでいてもドイツ国籍を持っていなければ外国人として扱われます。ドイツ国籍はイギリスと比べ取得が難しいと言われているため、外国人の割合という意味ではフランクフルトがロンドンを追い抜く日も遠くないかもしれません。ではなぜこれほど多くの外国人がフランクフルトに集まっているのか見ていきます。皆さんこんにちは、シンです。今私はですね、ドイツフランクフルトに来ております。僕フランクフルトって7年ぐらい前に来てるんですけれども、それ以後来たことがなくて、今回その日本からの帰りで、フランクフルトのトランジットで、ロンドン戻るんですけれども、せっかくフランクフルトに泊まるっていうのでなんか気になるトピックスないかなっていうので調べてたらですね、ありまして、今回はですねそれをカバーしていきたいなと思います。でどういうものかというとですね、現在フランクフルトではこの外国人の割合っていうのがすごく増えているらしくてですね、3人に1人が外国人というデータがあります。でフランクフルトってもともとご存知の方も多いかと思うんですけれども、金融の街で一気に有名になったところなんですよね。なので大手銀行だったり、いろいろ金融関係の会社というのがフランクフルトに拠点を置いていたような状態でしたと。でそれに伴いいろんなところからこの金融関係で外国人がここで働きに来るっていうような状態だったらしいんですよね。でニューヨークといえばマンハッタンがあると思うんですけれども、フランクフルトの全名称っていうのはフランクフルトアムマイっていうらしくて、マンハッタンならぬマインハッタンっていう風にここは呼ばれてるみたいです。ただですね、データを見る限りその外国人労働者っていうのが、金融業以外のところでも増えているらしくてですね、サービス業だったり建設業、あとは物流業、いろいろなところで外国人労働者が活躍しているみたいです今は。でなんでそうなったのかっていうところなんですけれども、結局先進国あるあるだと思うんですが、少子高齢化社会に入ってしまって労働不足になっていますとなった時に、自国の人では賄えなくなっちゃうから、じゃあ、他の国から、労働者を連れてくるっていうので、外国人が、ここに一気に来て増えていったようです。で外国人労働者以外にもですね、その留学生っていうのも増えていて、現在、フランクフルトではですね、ゲーテ大学っていう有名な大学があるんですけれども、そういった大学における、留学生の割合というのも増えているようです。なので全体的に外国人がフランクフルトに来ているっていうような状態だと理解しています。で学生さんについてなんですけれども、イギリスって、確か例えば学校を卒業した後にですね2年の猶予っていうのがあって、その期間中であれば自由に働けるような制度があるんですね。なんですけれども、そこからじゃあ、正規の労働者として、イギリスで定住するってなった時に雇用先から、スポンサービザの発給をしてもらう必要があるんですね。でこれ結構やっぱりハードルが高いみたいで、なかなかそれが降りず2年後に、母国へ帰ってしまう人がいるんですけれども、ドイツの場合だと、確か18ヶ月かなんかの猶予があって、その18ヶ月中、例えば新しい雇用先を見つけましたってなったら定住しやすいようなシステムになってるらしいんですよね。で現在、イギリスはですねこのスターマー首相っていうのが、新しい制度でこの2年間の猶予を、減らすみたいなことを、模索しているみたいなんですけれども、一旦は、イギリスの方が断然厳しいです。なので例えばドイツで、留学してでその後、外国人労働者として定住するルートっていうのは、比較的、寛容的にできるようになっているんじゃないかなと思います。なので、そういう面からしてもそのドイツっていうのは移住しやすい国なんじゃないかなと思います。でさっきですねこのフランクフルト中央駅から出てきたところなんですけれども、中央駅の前に一本通りがあるんですよね。で僕の記憶だと、ちょっと昔のになっちゃうんですけれども、結構ドイツ系というか
ローカル系のお店っていうのがあったんですが、今回はいろいろななんか多国籍料理屋さんも含め、食料品衣料品のお店があるなというような印象でした。で、先ほどのその留学生のお話に戻るんですけれども、2020年にドイツで、専門人材移民法みたいな法律ができてですね、これどういうものかというと、ポイントは3つあって、1つ目がある程度、認定されている大学だったり学校機関、教育機関から、出ていることっていうのと、あとは雇用先が見つかっている、つまり内定が出ているっていうところと、あとはドイツ語がある程度喋れるっていう3つのポイント前提ではあるんですけれども、この3つの要件を満たすとですね、こっちで住めるようなシステムに現在はなっているそうです。で、この法律が出るまではですね、結構そのドイツっていうのは多国籍というか外国人に対しての移入というか定住っていうのをなるべく避けていて、かなり消極的だったらしいんですよね。じゃあなんでドイツがこのシステムを導入したのかというとですね、冒頭の方でも触れたんですけれども、やっぱりその労働の人口不足っていうのが一つの課題になっていて、それをじゃあどうするのかってなった時に外国人に目を向けたっていうような考え方が正しいんじゃないかなと思います。なのでやっぱりヨーロッパとかでよく見る、自国民の労働力じゃ足りずですね、外国人に頼ってそこから外国人の流入が一気に増えるっていうようなイメージはあります。ってなった時に、なんでその外国人の人たちは、お隣のフランスだったり、イタリアだったりスペインとかを選ばずにですねドイツに来るのかっていうと、やっぱりそのドイツの経済的な、強さっていうのがあるんじゃないかなと思います。現在ね、世界確か GDP4 位かなんかだったと思うんですけれども、失業率が低いっていうところもあり、それなりに基盤がしっかりしてるんですよね。でもっと言ってしまうと、そのドイツは昔から製造業だったり IT だったり医療だったり、ヨーロッパの中では比較的そのトップレベルの水準を誇っているんじゃないかなというふうに思っているので、そういうことからしても、一働く身からすると、自分のキャリアに対してパワーアップというかスキルアップ、レベルアップできるっていうのがドイツなんじゃないかなというふうに思います。でもっと言ってしまうと、ドイツの行政においてもそうなんですけれども、結構手続きとかがシステマチックに動いてるんですよね。なので、行政の手続き含め、その雇用先の手続き含め、結構システマチックに動くので、それはすごく魅力的だと思うんですよね。そういうところは日本も似てると思うんですけれども、その反面、一昔前までこっちに住んでいた私の友人がいるんですけれども、その人が言ってたのはあまりにもその書類の多さが課題だっていうふうに言ってて、そのシステマチックなのはいいんだけど、その反面出す書類だったり手続きっていうのがめちゃめちゃ多くて、それで苦労したっていうような話はあります。でちょっとうまく説明できなかったので、もし、視聴者さんの中で、ドイツの、この手続きの経験をされたことがある方がいるのであれば、ぜひ、教えていただきたいなと思います。で、外国人労働者以外のところでいくと、難民っていうのもやっぱりフランクフルトっていうのは多くいて、一番大きい波って言われているのが2015年のそのイラクと、シリアの戦争からの難民で、延べ100万人の、難民がフランクフルトに来たらしいです。フランクフルトというよりかはフランクフルトの、上の州、いわゆるそのヘッセン州というのがあって、その中にフランクフルトがあるんですけれども、そこに多くの難民が来たっていうふうに言われています。で、これだけ外国人がねフランクフルトにやってくることになると思うんですけれども、フランクフルトって、大都市とはいえロンドンとかミラノとか、あとはパリとかと比べると、規模は小さいんですよね、人口で見ていったときに。そうすると一気にこの外国人がわって増えると、確かにその受け手側っていうか現地人からすると外国人が増えたなっていう印象は、あるんじゃないかなと思います。地元住民はこの新しいフランクフルトをどう見ているのでしょうか。多くの人は多様性を歓迎していて、グローバルで開かれたダイナミックな都市としてのアイデンティティを誇りに感じているとの調査データがあります。一方で不安な声も増えていて、耳にするのは住宅問題。一説では2015年から2025年の間にフランクフルトの不動産価格が約 79% も上昇し、デュッセルドルフに次いで2番目に高騰が著しい街になっています。
ちなみにデュッセルドルフの高騰の背景には外国人が増えたからというよりかは、経済的な基盤も強く、海外からの注目や投資などにより高騰しているというふうに言われているので、詳しいご紹介は割愛いたします。難民の場合はまず仮設住宅に入れられ、体育館や改装した施設やプレハブ、簡易ホステルなどが主な宿泊先です。その後公営住宅へと移されるようですが、予算と供給の制限により時間がかかっているみたいです。また新しい住宅の供給が追いついておらず、空室率は 1% 前後と厳しい数字で、中間層の国民でさえ住まい探しに苦労しています。この供給不足の原因は新しく増えた人たちが影響しているとも捉えられていて、住宅以外の分野では学校が過密になったとの声もあるようです。そして外国人がここ数年一気に来たことにより文化的な不安を感じる声もあり、例えば街中でドイツ語ではなく多言語が聞こえるようになったり、伝統的な食料品店を提供する店舗が閉鎖しては多国籍の店舗がオープンし、モスクの建設が増えたりと、景観や雰囲気の変化に戸惑いを感じている人々がいます。もちろん言語の問題は、特に高齢の難民やまだ到着して間もない人々もいるので、現地語を話さないのではなくまだ話せないという理解もできます。事実とまでは言えないものの、ジェンダーにおける価値観をはじめ宗教に対する考え、公共マナーといった社会モラルの違いも摩擦の種になっているようです。こうした課題は政治の世界でも取り上げられており、極右政党 AFD は多文化主義はドイツのアイデンティティを脅かすと主張し、少しずつ支持を伸ばしているようです。フランクフルトが属する西ドイツは比較的多文化主義が受けられている一方で、外国人が少ない東ドイツではアイデンティティや伝統を守りたいという声が強く、国内における分断につながっているようです。で、僕の中でこのドイツにおける外国人っていう意味では、トルコ系の方々が結構目立つんじゃないかなと思っていて、これは今回お邪魔した時もそうですし、フランクフルトみたいな大きい都市じゃなくても、ちょっと小さい田舎の方行ってもケバブ屋さんがある印象なので、やっぱりそういった方々が目立っているなという印象はあります。で、このトルコ系移民なんですけれども、遡ると、60年代からドイツの国内ではトルコ系移民の方々っていうのがいたそうです。で、当時何が起こっていたのかというと、そのドイツって戦後復興していた段階で労働者が足りなくてですね、一時的なヘルプっていう意味でガストアルバイターっていう名目で外国からの方々をドイツに来させて仕事を任せていたんですよね。で、この時にトルコもそうですし、ギリシャ、あとはイタリアからも多くの方々がドイツに来たそうなんですよね。で、この方々の多くっていうのは一時的な滞在っていうのを目指していたというか、一時的な滞在がメインだったんですけれども、トルコ系の方々っていうのはこっちに残ってですね、ましてやその家族とかを呼び寄せて、こっちで定住するようになったっていうふうに言われています。で、もちろんそのイタリア系だったりギリシャ系の方々でも残った方はいるんですけれども、ほとんどの方々っていうのは自国に帰られたそうです。で、現在ですね、推定250万人前後のトルコ人というのがフランクフルトをはじめドイツ国内で暮らしているそうなんですけれども、これって絶対数で見るとかなり大きい割合なんじゃないかなというふうに思います。で、もちろんこのトルコ系の方々でもですね、ドイツに長居して活躍されている方も多くいるかと思うんですけれども、結構やっぱ差別の対象にもなっていてですね、話によると、例えば政治の世界に入ったとしても、そもそも入りにくいっていうのが大前提としてあるんですけれども、入ったとしても、上に行きづらいっていうような現象が起こっていてですね、トルコ系の方々からするとちょっともやもやした感じなんじゃないかなと思っていて、結局ドイツでずっと長く暮らして、ドイツの経済、社会に貢献してはいるものの、どうしてもそこに対しての対価っていうのが得られてないような状況なんじゃないかなというふうには思います。で、勝手な印象なんですけど、フランクフルトって、こうやってね、外国人をどんどん、呼び込んで、その経済活発化を狙っていくだったり、労働力の基盤を築いていくっていうので、テスト&トライをしている、状況なんじゃないかなというふうに思っていて、これが成功事例になるのか、失敗事例になるのかっていうのが、ちょっと今のところ分かってないと思うんですけれども、今後、こういったフランクフルトの取り組みによって、他のヨーロッパの国々の都市でもですね、同じような現象っていうのが、起こるんじゃないかな、というかもう現に起こっている都市もあるんじゃないかなというふうに思っていてね、みんな結構模索しながらやっていこうとしてるんだなというふうには思います。
ただですね、イギリスの方でも何度か紹介しましたけど、その外国人が一気に、外国人じゃなくてもいいんですけれども、そもそも論として人が一気に増えていった時に、やっぱり必然的に出てくるのって住宅問題だと思っていますし、その住宅問題でどうするのかっていうのが、フランクフルトをはじめヨーロッパの大都市の課題というふうに、僕は見ています。ということでね、今後フランクフルトがどうなっていくのかっていうのはすごく気になるところではあるんですけれども、もし視聴者さんの中でもですね、直近でフランクフルト暮らしたことあるよ、またはね、行ったことあるよっていうようなね、経験談とかあればぜひ教えていただきたいなというふうには思います。はい、以上です。フランクフルトからでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。